はい、皆さん、こんにちは。今回はね、自殺したい若い人へっていうことについて語っていきたいと思います。今の日本は少子高齢化なので、特に若い人って貴重なんですよね。で、日本の平均年齢は2026年の時点で約50歳で、人口の約3割、つまり3人に1人が65歳以上の高齢者だと言われています。で、今のままいくと、今後はますますこの少子高齢化が加速します。こういう状況なので、日本では50歳以下は一応若い部類に入って、若い人っていうのは今後の日本では社会的に貴重です。なので、特に若い人の自殺は社会にとっては良くないので、私も若い人なんですけど、今回は特に自殺したい若い人に向けての内容になります。で、若くて死にたくなっちゃう人っていうのは、病気とかそういうのを除けば、大抵は嫌なこととか辛いことに対する耐性が弱いんですよね。生きてると苦しくて不愉快で我慢できないような状況、嫌な状況があると思うんですけど、それが人生です。この世に生まれて生きるというのは、基本的に苦痛や不満なことや思い通りにならないことや嫌なことと切り離せません。ドイツの哲学者ニーチェも生きることは苦しむことと言っていますし、釈迦だって一切回復と言っているように、普通に生きているだけでも苦しみが伴います。ただ、彼らは人生が苦しいから、ああ苦しい、やだ、死んじゃえっていう感じで、絶望しろって言ってるわけではなくて、苦しみに対してどうアプローチしていけばいいのかっていうような哲学を見出しています。なので、今絶望している人は気休め程度でもいいので、ニーチェとか釈迦の本を読んでみると、苦しみに対するアプローチを知ることができると思います。で、大抵苦しい状況で嫌悪感を示したり、泣き言や不平不満を言って絶望している人は、その状況が受け入れられてないんですよね。で、その気持ちは私も痛いほどわかりますが、人生は残酷で、どんなに苦しくても受け入れないといけない状況ってあるんですよ。で、受け入れられないと精神が崩壊してしまったり、うつ病見たくなっちゃったりして、最悪自殺したくなっちゃいますからね。ただ、ぶっちゃけ自殺しても問題は解決しません。自殺というのは苦しみから逃れられるという意味では解決策かもしれないですけど、悩みの問題自体は解決してませんよね。つまり、言い方悪いんですけど、究極の投げ出し、逃げになります。なので、生きるというのは、起きる悩みや問題に対して、要は苦しみに対して向き合って解決するために試行錯誤したり、努力したり、行動しないといけません。例えば、学校でいじめられている人は、どうすればいいかを考えないといけませんが、学生は学校という狭い空間が全てだと思いがちですが、実際は世界は広いので、そんなに思い詰めなくていいんですよ。なので、いじめられてて辛ければ転校したり、最悪逃げちゃってもいいと思います。で、ちょっと話がそれちゃいましたが、要は今の死にたい人生を変えるには、努力や行動するための気力が必要なんですよね。一切努力も行動もせずに死にたい人生やつまらない人生を変えるのは正直言って難しいです。で、努力とか行動する気力すらない、早く死にたいっていう人は、とりあえず今日一日を生き抜くっていうのを目標にしてみてください。で、できれば外に出て歩いたり走ったり、筋トレしたり、日光浴をすると体にもいいですし、セロトニンという幸福物質が分泌されるので、精神的にも落ち着きます。なので、とりあえず今日一日を生き抜く。で、できれば外出や運動を欠かさないというのがメンタルにはいいですね。で、これを私も辛い時に実践しています。とにかく今日一日を生き抜く、今日一日のルーティンをこなすっていうのを目標にして毎日生きていれば、そのうち今述べたような努力や行動をするための気力が出てくる時が来ると思います。で、その時に努力や行動をすればいいと思います。で、そういうのを繰り返しているうちに自然と時間が経って年を取っていきます。人生なんて多分こんなものだと思います。あとはどうしようもない悩みや問題に対しては諦めたり開き直る勇気を持つことなんですよね。大抵は開き直ると強いんですよ。なので私は大変な時や苦しい時に開き直れ、腹をくくれ、覚悟を持て、自分に負けるな、耐えろ、どうしようもない時は潔く諦めろっていう風に自分に言い聞かせてるんですけどね。で、これが大人っていうもので、これを実践できる人は行動して失敗するのが怖くなくなりますし、多分自殺なんてしなくて済むんじゃないかなって思うんですよね。まあ、言うは安く、行うはがたしですけど、要は執着を捨てて強くなれれば生きるのが怖くなくなると思うんですよね。以上になります。この動画が少しでもためになった、面白かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。